今回は温度調節機能付きの激安ハンダゴテを買ったので、これでソフビ盛りができるか試してみたいと思います。先に結論から言ってしまうと、ソフビは溶けてうまく盛れるんですけども、作業している時に先っぽについたソフビがちょっと焦げちゃうんですね。そこがあるんで、それを我慢しながら使うんだったら他のものを使った方がいいんじゃないかって思いました。ただですね、焦げ自体はそんなにひどくないので、以前ご紹介したクラックを直す時には有効じゃないかなと思いました。この後に実際使ってみる動画とクラックを直してみたりするので、そちらをご覧になっていただければと思います。テスト用のヘッドでどれだけ溶けるかっていうのを試してみたいと思います。温度は200度で最低温度ですね。で、今冷たい状態から温度を上げてるんですけど、何秒ぐらいでしょうか。まだまだ暖かくなりそうにないので少々お待ちください。電気を入れてソフビが溶けるようになってきたのは約3分ぐらいでしょうか。まだ温度が上がりきってないようなのでそんなに溶けないですね。4分ぐらいしたら煙が出始めたんで、かなり温度は上がってると思います。普段電熱ペンでやってる時は煙が出るっていうことはあんまりないのでですね、普段の 3.8 よりちょっと温度は高めなんじゃないかなと思います。200度はこの電熱ペンで最低温度なので、これより下げることはできないんですね。このソフビの作業をしてるとですね、先っぽに溶けたソフビがだんだんくっついてきてですね、これが焦げ始めます。ちょっと分かりづらいかもしれないんですけども、小手先についた焦げがこちらのソフビにくっついて、今これかなり大きなものが出ましたよね。こういう感じで持ってるところ自体は焦げないんですけど、小手先についたソフビが焦げるので、これをですねちょっと除去しながらやったとしても、除去した部分にちょっと焦げがついてるとそこが黒っぽくなるんですね。でこの黒っぽい部分をそのままほっとくと全体的にこうあざみたいな状態になっちゃうんで、なるべく焦げないっていうのがベストなんですけど、いかんせん200度が最低温度なんで、これ以上下げることができません。せっかくこのハンダゴテを買ったんで、どうにかならないかなと思ってちょっと考えたんですけど、ペンサンダーの時に買ったパワーコントローラーがありまして、このパワーコントローラーはハンダゴテの温度が熱い時に電圧を下げて温度を下げるっていう、そういう時に使うものらしいんですけども、こちらもハンダゴテなんでこのパワーコントローラーが使えるのかと思ってちょっと試してみようと思います。コンセントつなぎました。で今はマックスの状態ですね。このパワーコントローラーもあらかじめ検証済みなんですけど、パワーコントローラーを通すと若干ですね温度が下がるっぽくてですね、煙が出ないしソフビの溶けも少し悪くなってですね、このメモリをですね250ぐらいにしてもそんなにですね焦げないんですね。パワーコントローラー自体は結構するので、これを2つ組み合わせて不安定な状態で使うっていうのは全然おすすめしないんですけども、こういう温度調節を買ってしまってどうにかならないかなっていう人にはちょっといいのかなと思いました。パワーコントローラーを挟むとなぜか温度が下がるんですけども、このメモリで温度調整ができるかなと思ったら、メモリをこれぐらいまでに下げると電気が切れちゃうんですよ。こちらの回路が電圧引きすぎてオフだって認識しちゃうのかもしれないんですけど、多分温度調節機能付きのものは同じような感じだと思うんですけど、パワーコントローラーでの温度調節というのはできませんでした。あながち使えないっていうこともないかな。ただ安心して使えるかって言ったらちょっと私は疑問かなと思います。ハッコさんの電熱ペンを買う代わりにこれを買いましたと。で差額が6000円ぐらいですかと。6000円ぐらいで例えば火事になっちゃったとか、なんか事故が起きたって言ったら、本末転倒なところもありますので、そういった意味であんまり安いものでこういう保証のがない組み合わせっていうのは正直使わない方がいいかなって私は思います。これは検証なんで事故らないように一応気をつけてやってます。ちょっと焦げやすいので首のクラックを直す時も注意が必要なんですけども、しっかりですねソフビが溶けるので、電熱ペンで紹介した首のクラックを直すっていうのと同じ作業ができるんですね。
見えない部分だから焦げていいっていうわけではないんですけど、多少焦げたとしても裏見えないので、クラックが治るんだったらこの安いハンダゴテでもいいのかなってちょっと思うんですよね。このクラック自体っていうのは、あってもそんなに差し支えないんですけども、やっぱりヘッドがですね割れちゃいそうで怖いので、直したいけどどうすればいいかっていうツイートをたまに見るのでですね、そういう方には1300円ぐらいでクラックが直せると思うと、ちょっと安いかなと。こんな感じで焦げがついちゃうんですよね。Amazon さんで買ったんで1300円なんですけど、アリババ直ですと500円で買えます。激安です。これで即尾盛りができないことはないんですけども、綺麗に効率よくやるんだったらちょっとあまりおすすめじゃないかなと思います。このですね、即尾盛りって大変なのは表面処理なんですけども、その前の盛りをいかに綺麗に仕上げるかっていうところも一つポイントなんですね。だからあまり安くても結局効率が悪いとストレスにもなって、最終的にいいの買ってこれが無駄になるっていうことになるので、それを考えたら白鸚さんの電熱ペンを初っ端から買っちゃった方がいいかなと思います。フォロワーさんの記事を見ると3600円ぐらいで90度ぐらいから設定できる温度調節機能付きのハンドコテがあるので、ちょっとそちらもですね購入してみるので、入手したらですね動画作ってみたいと思います。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね、バイバーイ。